彼の名は中二くん。今回はベトナム一人旅13泊14日の総額費用を大公開。まずは食費。ローカルレストランを中心に食べ歩いた。ベトナム料理はとにかく美味しく、中でもバインミーが群を抜いた美味しさだった。バインミーの屋台は至るところで見つけることができ、お店によって中の具材のバリエーションが違うので飽きることなく楽しめる。ボリュームもかなりあり、一つ食べるとかなりお腹が膨れる。肉や卵はもちろん野菜も入っており、フランスパンのサンドイッチといったところだ。一方でやや期待外れだったのがフォー。決してまずいわけではないが、かなり優しい味で物足りなさを感じてしまう。しかし小腹が空いた時や高齢者の方にとってはとてもいい食べ物の一つだと思う。またダイエットにも適した料理だと思う。ベトナムで絶品だったのはベトナムのコーヒーの種類も多く、見栄えも良く、ベトナム滞在中に外れのコーヒーを飲むことはなかった。コーヒーは濃厚でコクがあり、非常に味わい深い。ブラックコーヒーは甘さがあり苦くない。カフェなどでコーヒーを注文するとお茶が一緒に提供されるのがユニークだ。そしてベトナムはお茶もとても美味しい。飲食クオリティが非常に高く、値段もリーズナブルで充実したベトナムグルメを堪能できた。続いて交通費。飛行機を2回使ったこともあり、やや高額になっている。ラオスのビエンチェンからベトナムのハノイまで、当初はスリーピングバスで向かう予定だったが、24時間近くの乗車時間に不安を覚え、フライトに切り替えた。ハノイではホステルでイタリア人と仲良くなり、一緒にカフェ巡りを行った。イタリア人の彼はオーストラリアで働いているようで、仕事を辞めて中二君同様にベトナムにバックパッカーをしに来ていた。中二君と半日一緒に過ごして、日本人は礼儀正しいと称賛された。世界を放浪してたびたび言われるが、日本人はとにかく評判が良い。特に意識をして旅をしているわけではないが、振る舞いや行動は日本文化から自然と身についているのかもしれない。一方でヨーロッパ人と中国人はあまりいい評判を聞かない。ヨーロッパ人の評判が良くなかったのは少し意外だった。街の移動はグラブタクシーが便利で、ほとんどバイクタクシーを利用していた。また長距離でもバスの料金は非常に安く、時間が決まってなかったりなどの不便さはあるものの、特に急ぐことの少ない旅行者にとってはそこまで苦にもならないと思う。続いて宿泊費。13泊中1泊は寝台列車での宿泊となっている。ベトナムの宿はとてつもなく安く、その上朝食がついているホステルもたくさんある。安いからといって設備が良くないということもなく、トコジラミに遭遇することもなく、快適な宿泊ができた。シーズンにもよるが、ドミトリーであれば1泊500円から1000円で宿泊することができ、1000円以上のドミトリーはかなりきれいな設備で宿泊することができる。プール付きのホステルも多く、ドミトリー滞在者も利用することができる。ホステルによってはオーナーがペットを飼っていたりするので、動物が苦手な人は口コミなどで事前に調べておくことをお勧めする。中二君はペットは大好きなので、ホイアンのホステルでトイプードルとコーギーがいた時はとても癒された。野犬は狂犬病のリスクがあるので気をつけて。最後に観光費とその他。ベトナムでは湖上の寺院、ココナッツボート、ベトナム戦争博物館といったところを訪れた。印象に残っているのはベトナム戦争博物館。ベトナムの歴史を学べるのはもちろんのことで、
日本では深掘りされていないことが写真や展示物などで知ることができる。ショッキングな写真も多く心苦しくなってしまう場所ではあるが、これからの未来に生きる人間の一人としてこの地を訪れることは必ず無駄にはならないので強くお勧めする。その他にはマッサージ、洗濯、消耗品費用などが含まれている。ジムも比較的安価で1回300円から500円程度で利用することができる。ベトナム人は営業に熱心で、街を歩いていると好きあらば声をかけてくる。ラオスとは真逆で、むしろしつこいくらいだ。流暢な英語を話してくる人はほとんどいないが、営業熱はすごいものがある。また労働者は皆非常に働き者で、24時間営業はもちろん夜の11時頃でも街のお店の火は灯っている。他の東南アジア同様、ほとんどの店員はスマホで動画に夢中だが、客が現れると手を止め接客に集中する。これは他の国との大きな違いだ。物価は安く飯もうまい。賑やかで仕事熱心なパワーあふれるベトナムは旅行先として楽しめる場所になることを約束する。それではまた会おう諸君。